そこです。今日の岸田首相の国会でのやり取りの中に隠された岸田首相の企み、岸田首相はまだ諦めていないということが分かりましたので、そこでお伝えしたいと思います。全国民10万円給付特別定額給付金の2回目、岸田首相実施判断期限の6月23日迫るということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。もう岸田首相が狙っている解散、衆議院解散があろうがなかろうがもう関係ないです。とにかくどのような給付金がいつあるのか、それともないのか、それともどのような可能性があるのかと、もうそれについてはっきりとしてほしいなというふうに思ってます。で、今日この後給付金の最新情報をお話しさせていただきますけれども、今日は給付金について新しい情報がすぐに知りたいと思っていらっしゃる方、あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請してできるだけ早く給付されたいと、あるいは支給を確実に完了させたいというふうに思っている方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。個人の方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関する新しい情報が出ましたらすぐにこのように動画でお話しさせていただきますので、チャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただければ、新しい情報が出たときにすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。今日の国会の中で岸田首相がこの6月23日の判断の期限、実施の判断の期限、何のことか、衆議院の解散です。それについて岸田首相の考えていることがそのやり取りの中に垣間見えましたので、それをお伝えしたいと、それを解説させていただきたいというふうに思います。全国民10万円給付するような特別定額給付金の2回目、このような全国民に10万円を給付するといったような給付金についてはまだあるかないかというのは決まっていません。この間の動画でもお話したように、非課税世帯、そういった世帯に対する10万円給付というものは決まってきていますが、我々一般的な国民の大半のこの課税している世帯に対する給付金というものはまだあるかないか決まっていません。それについて解説でお伝えしたいと思います。まず今言いましたように、今日の岸田首相の国会の中でのやり取りについてまた新たなことが分かりましたので、それをまずちょっとご覧いただきたいというふうに思います。自民党神奈川県連をなめている。完全に信頼を失墜した。これなめてるのは県連じゃなくて国民をなめてるんだと私は思いますけれども、自民党横浜市連佐藤会長、総裁自ら身を引く決断をすべきだ。そしてこの発言に菅前総理も理解を示したとされています。自民党麻生派議員、昨日パーティーをしたそうですけれども、対人論、これを言っている。他にも挙げればきりがないほど多数ある。これも政権末期ではないですか。受け止めを聞かせてください。岸田総理大臣。ご指摘のようなさまざまな声が、この党の内外からある、このことは謙虚に受け止めなければならないと思います。そして今後も政治改革、車座対応をはじめ、この地方に自ら出向いてさまざまな意見を伺っていきたいと思います。そうした声をしっかりと受け止めながら、自分自身としてどうあるべきなのか、どういった責任を果たしていくべきなのか、これをしっかりと考えていきたいと思います。そしてこうした声を受けて、信頼回復に取り組んでいかなければならないわけでありますが、この政治の信頼回復に向かって具体的な取り組みを進めていくこと、これはもちろん重要なことであります。しかし一方で、政治に課せられたさまざまなこの国民の期待、
この命や暮らしを守るために、経済をはじめ、さまざまな政治課題にしっかりと結果を出してもらいたいという声にも応えていかなければならないと思います。政治の信頼回復と合わせて、国民の命や暮らしを守るためのこの政治の取り組みにおいて、具体的な結果を出していく、この両方を進めていくことによって、政治の本当の意味での信頼回復につなげていきたいと考えております。青柳君。はい。と、そのようにお答えになりましたということですね。相変わらず何を言ってるかめちゃくちゃでよくわからない発言なんですけども、とにかくこれで明らかになったのは、岸田首相はとにかくまだ全然諦めていないということが明らかになりました。で、この今日の国会の答弁で分かるのは、まだ意欲を示しているということですね。退陣しますということは一言も言ってないと。で、さらに、このイタリア、先週ですね、岸田首相はイタリアなど、ちょっと外遊に行きましたが、その中で6月15日、先週、記者に質問されて、今国会の中での解散というのは、今は考えていないというふうに言いました。ここ、ポイントです。今は考えていない。何回もこの動画でお伝えしてきた通り、解散しませんとは絶対に言わないと。つまり、この今国会の中で解散を見送りますというのは一言も言ってないと。ここがポイントです。で、この今国会での解散はできないんじゃないかというふうに散々言われてますが、苦労して首相になった岸田首相がですね、ここでこの国会の中で解散をしないということも、理論上はできますが、今まで国会の中で解散がされてきたということがあります。で、その期限が6月23日。ここまでにもう首相でいるということを諦めてしまうと。自民党総裁選、9月に行われる自民党総裁選にこのまま行ったんでは、おそらく総裁選の出馬もできないというふうに言われています。つまり今国会で解散をしないということは、もう首相でいることを諦めるということになるので、みすみす諦めるとは思えないということですね。とにかく解散は今国会で見送りますということはとにかく一つも言ってないと。ラストチャンス、今国会でとにかく解散をするということを岸田首相は狙っているというふうに私は確信しています。他にもいろんな理由があります。例えば先ほど言ったように、この非課税世帯に対する10万円給付というものは、実は今年新たに非課税になった世帯に対しても10万円を給付しますということで政府は発表しました。で、これは23年に給付された人がそのまま給付されるというわけではないので、ちょっと注意が必要なんですけども、今年新たに非課税になった人に対しても給付をしますということを発表しているということですね。で、さらにこの6月10日、先週のもうちょっと浅いタイミングでですね、岸田首相は新たな給付金とか減税とかに対しても意欲を示しているということです。定額減税に続く総合対策を検討と、つまり給付金であったりとか減税を検討していきますということですね。で、この給付金っていうのはとにかく繰り返しあります。それは課税世帯あるいは非課税世帯というところに関してもとにかく繰り返しあったというものが今までなので、この岸田首相が新たな定額減税に続くこの総合対策を考えていきますということは、また給付金であるとか減税を検討していきますということになります。つまり岸田首相は諦めていないと。その減税だったり新たな給付金をするということは、やっぱり予算も使えますので、その財源が必要になります。なかなか今の日本で厳しい中で、そういった財源をやり取りしていく必要があるこの減税、あるいはこの給付金を検討していくっていうことは、つまり国民の支持をやはり少しでも取りたいと、岸田首相としては諦めていない、解散しないとは言っていないというふうな状況です。またこういった減税給付金というものが新たに決まれば、また新たに発表されると思います。閣議決定すると具体化していくというところもあると思いますので、またそれについては当然お話していきたいというふうに思ってます。で、この今お話しした非課税世帯に対する給付金、あるいは岸田首相は新たなこの給付金減税に対しても意欲を示しているというところなんですけども、ここからは、もし今後この6月のこの国会の中で解散があった場合、その場合にどのような形で給付金、あるいは減税、あるいはベーシックインカムと
いったようなものが実現していくか、それについてお話していきたいというふうに思います。とにかく給付金がいつあるのかと、あるいは減税がいつあるのか、もうそれがとにかく重要です。それについての実現のシナリオについていくつかお話していきたいと思います。大体3つぐらいあります。で、最近特に言われているのはこのベーシックインカムですね。で、ベーシックインカムって何ってことなんですけども、これは日本維新の会が、この全国民に対して一定額を定期的に継続して給付するといったようなこの給付金の制度のことですと。国民1人当たり毎月6万円とか10万円とかを給付しますということなんで、もし毎月10万円ということになれば年間で120万円も給付しますといったような給付金の制度のことです。で、そうなると年間で150兆円ぐらい必要な事業になるんですけども、これ何も、今まであるものに加えて年間120万円、全国に給付しますということではなくて、老齢基礎年金、つまり我々国民年金って今払ってると思うんですけども、そうすると65歳ぐらいから、年金が給付されますと。これ老齢基礎年金っていうんですけども、その老齢基礎年金と一体化してこの6万円10万円を給付していくということですね。なので、そこがなくなる代わりにこの年間120万円を給付しますといったような給付金におそらくなってくると思います。これを日本維新の会は政策の柱にしていますということですね。で、なんでこのベーシックインカム実現する可能性が最近出てきたぞというふうに言われているかというと、実は日本維新の会が自民党にすり寄っていっているというところが挙げられます。で、なんで維新の会は自民党にすり寄っていっているのかというところなんですけれども、このベーシックインカム実現シナリオということで書かせていただきました。つまり日本維新の会が自民党にすり寄ることで実現していくんじゃないかっていうふうなシナリオですと。で、なんでかっていうと、この政治資金規正法の改正、今回裏金問題に対応した政治資金規正法のこの改正について国会で審議されているんですけれども、その自民党とか公明党の案に日本維新の会も合意したというところがあります。なんで与党に寄っていったかというところがあります。もうこれ単純に言うと、最近維新の調子が悪かったということに他なりません。支持率が下がっていたと。なぜ下がっているの？2つ問題がありました。所属している議員の不祥事に加えて、大阪万博の建設費の問題がありました。これは何かっていうことなんですけど、今度大阪で行われる大阪万博、今建設中なんですけども、その建設費っていうのは何も大阪だけで負担しているっていうわけじゃなくて、大阪府大阪市だったりとか、あるいは企業の連合だったりとか、あるいは国も払っています。国というのはつまり我々国民の税金から費用が出ますので、この大阪万博実施のために我々国民の税金が使われると。で、その建設費が当初予定していたところよりもどんどん増えていっていると。であるのに、この大阪万博の中止っていうのは大阪市も大阪府も言いませんというところがあるので、国民からふざけるなっていうことで支持率が下がっているっていうふうな、そういう流れですね。で、当然大阪っていうのは日本維新の会のお膝元なので、当然その市長にしても、府長にしてもですね、この日本維新の会の、その党員がやっているというところがあるので、つまりこの日本維新の会に対して風当たりが強くなっているというところですね。で、今回衆議院の解散があっても維新は議席を大きく伸ばさないんじゃないかっていうふうに言われてましたんで、そこで維新がなんとか存在感を示そうとして自民党公明党にすり寄ってきたというふうなところですね。ただそれがすり寄っていくことによってこのベーシックインカム、日本維新の会が政策の柱にしているこういった給付金というものが実現になる可能性があるんじゃないかなということが言われるようになったということですね。で、6月の頭にですね、日本維新の会に電話してですね、こういったことで今自民党公明党と寄っていってますよねと。なのでもしかして与党入りするっていう場合があった時に、このベーシックインカム1月10万円給付とかこういう給付金についてちゃんとやっていきますか。与党になった瞬間にベーシックインカムやっぱりやめたって言われたら困るので、選挙の前である今聞いてみたということでお伺いしたところ、仮に与党入りした場合もきっちりと実現に向けて協議していきますということなので、なるほどと。じゃあこのもし日本維新の会が与党入りした場合はこのベーシックインカムっていうのを実現に向けて動いていくねということが分かりました。で、これが1つ目ですね。ベーシックインカムが実現する。解散して
日本維新の会が与党入りをしてベーシックインカムを実現していくと、そういうプランです。でこれが一つ目です。でさらにもう一つ給付金ということで言うと、自民党が大敗をして過半数割れしてこの第3党が連立売りして実現していくというふうなこの給付金の可能性があるんじゃないかなと思ってます。それが2つ目ですね。全国民10万円給付になるようなこの特別定額給付金の2回目のような給付金です。どのようなシナリオか先にパッとお話しすると、自民党公明党で過半数を割れてしまうので第3党、その中でも特に自民党に少し近いと言われている国民民主党が与党入りを果たしてこの国民民主党の政策の柱にしている10万円給付、これを実現していくといったようなシナリオです。どういったシナリオかというと、最初にまずこの特別定額給付金ってそもそもなんだっけっていうんですけど、これはコロナ禍にあった全国民に対して1人10万円給付するっていう給付金のことですと。でそれの2回目っていうのは、今言ったように国民民主党が与党入りするということがあった場合に実現するんではないかなというふうな可能性があるということですね。で国民もこの特別定額給付金の2回目のようなことをやってくれという声をたくさん上げていると。でなぜかっていうと、国民としては今はコロナ禍よりも辛いということがあるからですね。でそもそもこの特別定額給付金の1回目っていうのは国民の声を受けて決定したということがあります。もともと1世帯30万円で決まってたんですけれども、その閣議決定の後にですね、国民が1人10万円給付やりましょうよという声をたくさん挙げたと。世論調査でそのような意見が多くて、それを公明党が汲み取って自民党に提案して1回決めた閣議決定を組み替えて1人10万円で決定したということですね。でただこの時は与党で協議されたのに対して、今10万円給付を政策にしている党っていうのは国民民主党とかあるいはれいわ新選組のように、野党に限られるということがあります。なので、この今回あるであろうこの衆議院選挙で、国民民主党あるいはれいわ新選組などがこの与党入りしていって実現するというところについての可能性をちょっと考えていきたいと思いましたと。国民民主党は、全国民10万円給付って言ってるんですけど、れいわ新選組に至っては春夏秋冬、四半期ごとですね、3ヶ月に1回1人10万円給付するということを言っています。その財源もありますということを言っています。ただ繰り返しですけど野党にとどまるということがあるので、大逆転して給付になるというシナリオについて考えてみたいと思います。で繰り返しですけど、国民の声としてはコロナ禍よりも苦しいっていうものがあります。これは例えばレストランとか、あるいは旅行に関するお仕事、あるいは交通に関するお仕事は、コロナ禍は外出制限とかありましたので苦しかったと思います。ただ我々一般的な国民の大半が勤める他の業種の企業についてはコロナ禍よりも苦しいというものがあります。それは何かというと、物価が上がって給料が上がってないっていうところに他なりません。で物価が上がっているというのはこれもスーパー行ったら明らかですね。物の値段が2割3割上がっているに対して給料は上がってないと。大手の企業あるいは海外に何か輸出をしているような企業に関しては当然好調かもしれません。ただ我々一般的な国民の大半が勤めている中小企業というところに関しては全く給料が上がってないというところがあります。例えば中小企業に関しても給料上がってますよっていうニュースが出たりするんですけど、それはあくまでその数字が単純に上がっているというだけで、この物価の上昇に対しての実質の賃金ということに関しては25ヶ月連続でマイナスという形に今はなっています。なので、給料上がってますよって嘘吹かれたところで実質は物価の上昇に追いついてないんで、給料下がってるのと一緒なんで、国民は不満の声を上げていると。めちゃくちゃ低い支持率になっているということなんですけども、岸田首相はこの国民の声を無視することはできないと。でなんでかというと、先ほどから言っているように自民党の総裁選が9月にあるからですと。このまま首相でいたんでは、その後にですね、来年の10月までには衆議院の任期が来るんで、この衆議院のその絶対あるここの任期までの間に岸田首相を変えておきたいと思うに違いありませんと。なんでかというと、岸田首相が自民党の顔として衆議院の選挙ということになれば、なんなら落選してしまいそう、票が減ってしまいそうなんで、自民党の議員としては岸田首相を変えるということですね。なので岸田首相としては
首相で居続けるためにはこの9月の自民党総裁選の前に解散をするしかないということですね。通常国会の中で解散が行われますので、そうなると先ほど言った6月の23が岸田首相の首相で居続けるためにこの衆議院を解散する期限ということになります。岸田首相はこの政治資金規正法の改正を今国会で行い、そして減税も今月からスタートしています。このタイミングで少し国民の支持率を上げてなんとか解散したいというところを狙っています。なのでこの国民の声は無視できないということになってきます。岸田首相は6月の国会期末の解散を狙っているというところなんですけども、先ほどから言っているように自民党総裁選このままいったんでは多分負けてしまうというところがまずあると思いますと。でさらには6月に減税スタートしているということがあります。さらには政治資金規正法の改正を行い、自民党にとってもこのタイミング以外ないんですね。岸田首相を変えたところで支持率が上がるとは思えないです。さらにその後に何かイベントがあるというとあまり思い当たらないので、自民党としてはこのタイミングで解散していくってことがまだ少しでもいいタイミングではないかなというふうに思ってます。でこの6月解散のタイミングがどんどん遅れていくと野党の準備が進むっていうのがあります。でこの野党の準備って何かっていうと、一番はとにかく立候補者の擁立が進むっていうことですね。今自民党は全国に現職がいるので解散をしやすいです。野党はそこから準備しなきゃいけないんで、なかなかすぐに解散されて準備が進むっていうことはないんですけども、ここまで選挙がどんどん後ろにずれていくってなると野党の準備がどんどん進むんで、自民党にとってもこの自民党に代わる議員を用意されてしまうということで、タイミングがどんどん悪くなっていくっていうことですね。岸田内閣の最新の支持率、6月10日に発表になった NHK、NHK っていうのはより少し自民党であるとかいわゆる与党に対してなかなかその低い支持率っていうのはあまり出さないように私はお見受けするんですが、その NHK ですら支持率 21% ということで過去最低を更新してきたということですね。でただ岸田首相は諦めてないと。なんでかっていうと、この特別定額給付金の1回目っていうのはコロナ禍にありましたが、安倍政権、安倍首相でしたが、その安倍首相でもなかなか厳しかったと。この5月に給付があった1ヶ月前、4月の支持率っていうのは 23% でした。岸田首相と同じぐらいですね。今の岸田首相と同じぐらい低い支持率だったと。ただこの給付のあった5月に支持率を調査すると 38% ということで、約倍増しているっていうふうなことで、岸田首相はこの減税ですとか、そういった政治資金規正法の改正ということで同じように少し支持率を上げて解散というところを狙っているということですね。でただ国民はめちゃくちゃ怒ってますということがあるので、選挙にもし挑んでも自民党を大敗して過半数割れするということが予想されますと。でそうなると自民党公明党で与党、政権を維持できないので3党以上の連立になると。でそうなると、自民党に少し近い政策協議してたりとか、あるいは与党入りっていうのも協議された国民民主党が、与党に入って、一緒に政権を運営していくと。でその場合自民党公明党がもし議席を減らすということになれば、なかなかその自民党の総裁をそのまま首相として推せないので、国民民主党の玉木代表が首相になるというパターンも考えられますということですね。で国民民主党の玉木代表がもし首相になった場合、当然政策の柱にしている10万円給付とか、あるいは消費税減税、国民民主党の政策の柱は10万円給付消費税減税なんで、これの実現に向けて動いてほしいものだというふうに思います。この消費税減税っていうのも実際に去年の11月2023年の11月に参議院に消費税減税法案ということを提出していますということですね。で消費税減税もこの10万円給付と同じようにやっぱり望む声は大きくて、物を買うっていうことについて毎回かかってくるのが消費税なんで、その負担が大きいという声だったりとか、それがなくなれば経済的影響が持続しますという声だったりとか、あるいはその消費の刺激になって景気が上向くんだという声もあったりとかしますと。いずれにしてももし国民民主党が与党になれば、そういった10万円給付あるいは消費税減税ちゃんと実現していきますかってことがちょっと気になったんで、本部に連絡して聞いてみたということですが、選挙に向けてこの10万円給付あるいは消費税減税の内容を少しブラッシュアップしていく可能性はありますけれども、この柱の政策っていうのはブレる可能性は低いと思いますということで、ちゃんと与党入りしたらこの10万円給付あるいは消費税減税ちゃんとやっていきますというようなお話ですと
なるほどと。じゃあこの実現をぜひしていってほしいなと思うんですけれども、全ては衆議院選挙にかかっているということがあります。小選挙区制度の闇ということで書かせていただきましたけれども、なかなかひっくり返しにくいっていうのがこの小選挙区の制度で、自民党は全国の小選挙区で、たくさん勝ってきてますということですね。で結局地元を押しに入れてしまうっていう闇があります。これ何かっていうと、例えば今各全国の小選挙区で、それぞれの、我々国民が投票して当選させている議員がですね、もし自民党だったりとか、あるいは裏金やってたりとかしても思い入れが当然あるので、その思い入れある議員が別に悪いわけじゃないのにな、悪いのは自民党だし、裏金も自民党の慣習でやってたんでしょということで、その思い入れのある議員をまた当選させてしまうと、投票してしまって当選させてしまうということがあります。でこれは全国津々浦々のやっぱり地元に思い入れのある、地元の人が思い入れのある議員というのはやっぱり当選しているので、なかなかこの地元の推している人が次で落選しにくいと、自民党だっても、裏金やってても落選しにくいっていうことがあったりします。でその流れで与党アドバンテージっていうのもあって、その地元の小選挙区で当選する議員はぜひ与党の議員であってほしいっていうふうに思うってことですね。で与党の議員であった方がやっぱり地元にとっていいことをしてくれるんじゃないかと思うっていうのは当たり前だと思うんですけど、なんで今回自民党が政権転覆、つまり負けてしまうっていうことがない限り、野党になってしまうっていうことが想像できない限りにおいては、やっぱり自民党の議員に入れといた方が、与党であって、地元の議員は与党であってほしいんで、また当選させてしまうっていうふうに思うっていうことですね。でそれから推してる政党の候補が地元で立候補してない、例えば今回自民党じゃないなと思って、例えばじゃあ立憲民主党、あるいは何でもいいですね、維新だったり国民民主党だったりれいわ新選組とか入れたいと思っても、その候補がなかなか地元で立候補してないっていうこともあったりします。これはさっき言ったように、今自民党が選挙のタイミングを少しずつずるずる後ろにずらしているので、野党の準備っていうのはだいぶ進んでいるということがあります。これはもしかしたらだいぶ解決されてきて、立候補者の擁立が今進んでいるんじゃないかなというふうに思います。それから野党共闘っていうのはなかなかちょっと議席を伸ばしにくいですよっていうのがあったりします。でこれそもそもじゃあ例えば自民党でないと思うんであれば、我々野党で協議した、その中で決めた候補に入れてくださいね、目をつぶってその候補に投票してください、それはなかなかちょっと、考えが通らないということですね。論理的におかしいですね。やっぱりその議員のやっぱりその考えている政策だったりとか、その議員の話について納得して投票するっていうのが小選挙区なんで、野党共闘で、我々で協議して、その自民党以外で、自民党じゃないと思うんだったら我々が協議して決めた候補に入れてくださいっていうのはなかなか賛同を得にくいっていうところがあります。前回のこの春にあった衆議院の補選でですね、補欠選挙で、この野党共闘に近いような動きをして、議席をたくさん、議席を獲得したっていう風な、そういった選挙区もありましたんで、一概にこの野党共闘がありえないというわけではないですけれども、なかなか全国的に議席を大きく伸ばすということにはつながらないということがあったりとかします。じゃあどうすればいいかというと、比例で必ずどこかの政党に入れるっていうのは一つあるかなと思います。で自民党の候補で、例えばですね、地元の、じゃあ今回立憲民主党の候補に投票しようと、小選挙区は投票した、でも比例は立憲民主党じゃないなというふうに思った場合でも、そのどこかの政党には必ず入れると、自民党以外の政党には必ずどこかに入れるということですね。で白票にしてしまうと、その自民党の候補も当選する票数が少なくても当選する可能性が出てきてしまうので、必ず自民党以外のどこかの政党に入れていくっていうことが、自民党に今小選挙区で全国で、勝ってきているその自民党を覆して政権を取っていく、少しでも議席を伸ばしていくと、野党が議席を伸ばしていくっていうふうなポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います。衆議院選挙の結果予想を出してみました。でこれちょっと予想出したのはちょっと1ヶ月ぐらい前なんですけれども、この中で、週刊文春の出した予想と全く一致しましたということです。野党がこの政権を取るために、この与党の議席過半数を割るということが当然必要なんですけれども、その当時その4月の頭に出した週刊文春が出した予想では、自民党公明党、つまり与党で83議席減ということを出してきていました。でそうすると209議席というところなので、晴れて過半数を割ると、233を大きく割るというところがあります。
今回私はですねこの予想の中で公明党っていうのは裏金全く関係ないですし、意外と今回この票が割れると思うんですね。自民党が大きく議席を減らす、つまり野党に票がいくっていう中でこの組織票に支えられている公明党っていうのは意外と強いんじゃないかなということで、小選挙区も比例区も同じだけ勝ってくるというふうに私は予想しています。でただ自民党の議員に関しては、裏金議員っていうのは先ほどの地元推しっていうことがあったとしても5割は負けるでしょうと。でさらにはそれ以外の候補についても自民党であるということで2割ぐらい負けんじゃないかなということで、83議席減ということを予想してみました。で国民民主党はもし今回この第3党として連立に入るとすれば、その国民民主党の議席どれぐらい伸びるかっていうのも気になるんですけども、国民民主党の本部にもう一度聞いてみたところ、今現職7名いて、それ以外にも40名ぐらい立候補させたいと思っているので、40名を大きく超えるぐらいの候補者っていうのを立てたいと思ってますというお話でした。でそうなると、前回の選挙で21名中11名当選しているっていう国民民主党なんで、結構高い当選率です。あるいはこの現職も今7名います。あるいはこの国民民主党最近ちょっと支持率上がってきてるんで、そうなると30名を大きく超えるぐらいの議員を当選させることもできるんじゃないかなというふうに思ってます。でそうなるとこの209議席と合わせて与党入りというふうな形で、この10万円給付あるいは消費税減税というものを実現していく可能性っていうのも生まれるんじゃないかなというふうに思ってます。結構このプランの可能性もあるんじゃないかなというふうに私は思ってます。でこれが2つ目です。で3つ目、これは今言った自民党公明党で過半数を割れてしまって、なんとかこの第3党が入って実現していくっていうプランなんですけども、さらにその上のもう自民党も相当大敗して、なんならもう第3党を加えて政権を維持するとかそんなレベルじゃなくて、もう自民党大敗して政権交代になると、野党の大連立政権になりますよ、それによって給付金の給付が早まりますっていう、そのプランもありますと。これが3つ目ですね。でこれ何かっていうと、野党っていうのは国民に還元する政策を謳っている政党がめちゃくちゃ多いですっていうかほとんどです。なので野党の大連立になった方が、10万円給付のような給付金の実現っていうのが早まるんじゃないかといったようなプランです。これは4月の11日先ほども言いましたけども、週刊文春の報道で自民党が野党になるっていうふうな前提で考えられるようになったっていうことがあります。今も野党同士で牽制とかも始まっているっていうふうな形ですね。でなんでかっていうと、週刊文春が全選挙区に対してめちゃくちゃ緻密に予想を立てたと。2021年の衆議院選あるいは2022年の参議院選の投票数からだけでなくて、最近の政党の支持率の変化、あるいはこの103の激戦区、つまり勝敗がちょっとわからないなっていう激戦区、103の激戦区については有力候補の講演会とかなどについて現地取材もやってると。これ以上は無理なぐらいめちゃくちゃ緻密に立てた予想の中で自民党大敗するってことを予想していると。どれぐらい大敗するのか、自民党公明党で過半数割れして野党の大連立政権も可能になるぐらい負けますよということを言っているってことですね。今まで政権交代まではないって思われたんですけども、いやこれあるぞっていうふうな形で政権交代がある前提で今動き出しているっていうふうなことです。で4月22日、この4月11日の文春の報道後の4月22日の週刊現代の追撃法でも同じく緻密に立てた予想の中で同じレベルの大敗を予想してますということですね。まさに週刊文春あるいは週刊現代が自民党をぶっ壊すという形になってきましたというところですね。でなんでこんなに一撃1回の選挙で変わるかっていうと、それは発信する方あるいは情報の受け手両方の変化が挙げられると思います。で我々は今高齢者を含めてもうスマホを持つようになりました。で高齢者も YouTube を見るようになってます。もうここ最近例えば私も実家に帰ったら自分の親がですねスマホを持って YouTube を見ていろいろ情報を入れているという実態がありますと。でさらに発信する方、今度政治家が YouTube を使って発信する、これも盛んにやっていて、やっていない政治家の方が少ないぐらいですね。で例えばちょっと前で言うと NHK とかの立花党首というところがYouTube をすごいうまく使って情報を発信しているということがありました。その中でも例えばガーシー議員というものも当選してくるということがありました。つまり
この発信する方もこの YouTube を使って当たり前に発信するようになっていると。情報の受け手についてもこの YouTube あるいはスマホを使って情報を瞬時に仕入れていると。情報の伝わり方がスピードアップされたということで、この1回の選挙でもいろいろと情報が伝わり、受け手もそういった情報を入れるようになったので、1回の選挙で国民の意向が変わって大きく議席を減らしたり、大きくその内容が変わると、政権の内容が変わるっていうふうな勢力図が変わるということも起きるようになってきたということですね。で、この給付金の給付が早まるということについて、実際に野党の政策について確認してみたいと思います。国民民主党は10万円給付ということを言ってますと。れいわ新選組、先ほど言ったように春夏秋冬、四半期に1回ずつ10万円給付ということを言ってます。その財源もありますというふうに言ってます。それかられいわ新選組、先ほど最初にお話したベーシックインカムですね。6万円とか10万円を毎月給付するということを言ってます。立憲民主党も1世帯当たり3万円を給付するということを言ってます。つまり、繰り返しですけど、野党は国民に還元する政策、それを多く立てています。給付金だったりとか、減税だったりとか、そういうことを多く謳っているので、野党の大連立になった方が、もしかしたら、この自民党、公明党に第3党が加わって、10万円給付のような、給付金を実現するというものよりも、逆に可能性がもしかしたら高いんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。で、じゃあ、この6月もし解散しないっていうふうに岸田首相が決めた場合、さらに自民党の支持率が下がって、野党の準備、先ほど言ったように立候補者の擁立が進むということになりますと。で、そうなると自民党の離党ドミノ、つまり自民党の議員が自民党にいたのではこのままでは議員でなくなってしまうかもしれないので、自民党も辞めたということで他の党に行ったり、あるいは無所属になっていくと、自民党の議員がどんどん減っていくということが起きる。自民党の離党ドミノまで起きると、ますます政権交代の可能性が高まると。ますます政権交代の可能性が高まり、実際に政権交代となれば、この野党の代理人政権で全国民10万円給付のような給付金の給付が早まるという可能性があるんじゃないかなというふうに思ってます。給付金に関する新しい情報が出ましたら、またすぐに動画でお話しさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたい。あるいは給付金の申請がもし開始になったら、できるだけ早く申請をして、できるだけ早く給付されたい。あるいは給付金、確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それから、この給付金に関する動画って本当にたくさん見ていただいてて、で、たくさん見ていただいているっていうことは、多分その政治家の方もご覧になっていただいていること、本当にたくさんあると思います。で、コメントもたくさんいただいてるんですけど、我々のこの声をぜひ届けたいというふうに思ってます。なので、こういった10万円給付、あるいは減税、あるいはそういったベーシックインカムといったようなことについても、賛成、反対の一言だけでも構いませんので、ぜひご意見、コメントに入れていただければと思います。先ほど言ったように政治家の方もたくさんご覧になっていただいていると思うので、我々国民の声を少しでも届けて、実現に近づけていきたいなと、我々の声を反映させていきたいなというふうに思ってます。なので、一言でもいいので、ぜひ入れていただければというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。